一体いつになったら迎えが来るんだ？第一研究室管理部門っていうのは変わった部署なんだな。ロボットか。私は関係エリア外縁のガイドロボット FB0319 です。お待たせして申し訳ありません。どうぞこちらへ。待ってくれ。質問する暇もくれないのかよ。俺はどうしてここに呼ばれたんだ？これはどこに向かってるんだ？会話機能がないのか。仕方ない。とにかくついていくしかないか。ここが第一研究室管理部門の収容エリアです。合計1174の実験サンプルが保管されています。なんで突然解説を始めたんだ？そのうち安全レベルのサンプルが648本、危険レベルのサンプルが328本、致命レベルのサンプルは198本です。そのどれもが第一研究室で進行中の3281件もの研究プロジェクトに関係しています。3000件以上？第一研究室はそんな数のプロジェクトを抱えているのか。はい。現在に対してより効果的な武器を見つけるべく、第一研究室は様々なアプローチを続けています。しかし成功するのは全体の 3% 以下です。つまりプロジェクトの 97%、3183件は失敗に終わる運命ということになります。関連する1140ほどのサンプルも破棄される運命にあり、そのうち有機体が占める割合は 42% です。知能指数の高い個体の場合は 17% ほどです。知能指数が高い個体ってどういう意味だよ。まさか人体実験でもしてるのか？一般的に人体実験は禁止されています。法整備が行われて以降、アイギスは人道に反するほぼ全ての人体実験を停止しています。ここでは人類を対象とする人体実験は行われていません。ちょっと待てよ。今俺と会話してなかったか？会話機能があるんじゃないか。誤りです。FB0319 はガイドロボットであり、会話モジュールは搭載されていません。今あなたと会話していたのは私の方だよ。また会ったね、ダニューブのナビゲーターさん。なんだ、第一研究室の関係者だったのか。改めて自己紹介するね。私はフレック、ナイトウォッチャーのドライバー兼第一研究室管理部門の責任者だよ。ナイトウォッチャー、悪くない名前だな。ここには君一人なのか？いつもはもっといるんだけどね。みんなクリスマス休暇で帰宅してるんだよ。君は帰らないのか？ここは極めて高度に自動化されてるし、ロボットだけでも 99.98% の作業をこなすことができるけど、人間の監督は欠かせないんだよね。
しょうがないよ。だからこそのナイトウォッチャーでしょ。孤独で退屈で長い夜を一人で過ごすっていうのが。ここの仕事があまり好きじゃないみたいだな。まさかこの世界にこれほど完璧な仕事はまたとないよ。毎日1時間だけ日誌のために時間を捻出すれば残りの23時間は自由なんだからさ。あとは何だってできるよ。趣味を増やしてもいいし。と言っても釣り以外の趣味は興味ないけど。確かに魅力的だ。俺も心が動いてしまいそうだよ。そうだね。ナイトウォッチャーにナビゲーターがいてもいいね。さすがに転属は荷が重いけどな。本題に入ろう。第一研究室がわざわざ俺を呼んだのはヘッドハンティングが目的ではないはずだ。ナビゲーターはもっと辛抱強いと思ってたんだけどな。俺の辛抱強さならクリスマス休暇中さ。よし、じゃあ手短に話そうか。逃げちゃったんだ。は？逃げたって何が？実験サンプルが。それってカティアジョーク？ E001 が一昨日の23時2分に失踪しちゃってね。こんなに警備が厳重な場所からどうやって逃げ出したんだよ。何にでも抜け穴ぐらいはあるものさ。心配しなくても安全レベルの個体だよ。とはいえ高等現在と関係してるんだけどね。高等現在？安全レベル？全てはコントロール下にあるってことさ。高等現在に関係する物事がコントロールできた前例なんてないぞ。具体的なことはここに全て記録されてるから、持ち帰ってからゆっくり見てよ。紙の資料で？たった今印刷したばかりだから温かいでしょ。機密資料だよな。こんな風に持ち出していいのか？仲間じゃないか。それにあなたのことは信頼しているから。もちろん本当にまずい情報は検閲済みだよ。ナビゲーターが突然資料を公開したくなったとしても、そして騒ぎにはならない程度の内容しか含まれてないよ。安心してくれ。そんなことはしないよ。だから信頼してるって言ったでしょ、アイギスのナビゲーターさん。じゃあ他に何もなければ帰ってもいいかな。それこそダニューブジョークのつもり？これだけのためにわざわざあなたを招待するわけないでしょ。このリストに含まれてる合計142件についてナビゲーターの手伝いが必要なんだよね。はあ？早速始めようか。ナビゲーターもクリスマスは早めに帰宅したいでしょ。